皆さん、こんにちは。藤井です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるくお話ししていきます。今日は日本人とアニメの関係についてお話ししていこうと思います。カナダにいた時に日本人はみんなアニメが好きなんでしょうとよく聞かれることがありました。今日は日本人がアニメとどう付き合っているのか、日本人にとってアニメはどういう存在なのかについてお話ししようと思います。あと、この後ろのね、棚の漫画を紹介してほしいっていうコメントをこの間いただいたので、その紹介もしようと思います。まず、日本人が全員アニメが好きかというと、そんなことはありません。ただ、日本人にとってアニメはとても身近な存在です。多くの人は子供の頃からアニメを見て育ちます。例えば、ドラえもん、サザエさん、名探偵コナン、ポケモンなどです。もっと小さい子だとアンパンマンとかを見ます。こういうアニメは子供向けの国民的アニメです。あと、スタジオジブリのアニメは多分テレビで定期的に放送しているので、日本人はみんな見たことがあると思います。みんな見ていたアニメは違うかもしれないですけど、多分子供の頃にアニメを見ずに育った日本人はほとんどいないんじゃないかな。土曜日の朝や夕方の時間にテレビをつけると大体アニメが流れていて、というかアニメを選んで見ていたんだと思います。だから日本人にとってアニメは特別なものというより日常の一部だった人が多いです。子供の頃はね。日本では親がアニメを見ることに反対することはあまりないと思います。見すぎはもちろんダメですけどね。あと、クレヨンしんちゃんっていうアニメがあるんですけど、これは子供が見るのを禁止する親も多いです。ちょっと下品な表現だったりが多いので、子供に悪影響だと考えて禁止にするんです。うちもクレヨンしんちゃんは見せてもらえない家でした。だから、クレヨンしんちゃんのキャラクターとかは、なんとなく知ってるなぐらいです。はい。で、中学生ぐらいになると、アニメとの距離は人によって変わります。ずっとアニメが好きな人もいれば、あまり見なくなる人もいます。別のものを好きになったり、ね。芸能人とか。私は中学生になってもアニメが好きでした。お父さんの影響でワンピースを読み始めて、そこから他の漫画やアニメも見るようになって、結構見ていましたね。ただ私が中学生の頃は、日本ではアニメ好きイコールオタクというイメージがかなり強くありました。今はそうでもないですけどね。だから、あまり学校でアニメの話はしていませんでした。アニメ好きの子たちもいたんですけど、私は人見知りで自分から話しかける方ではないし、その人たちも話しかけてこなかったので、
アニメの話をすることはあまりありませんでした。あと、一回嫌なことがあって、私、軽音っていうアニメが好きで、そのゆいちゃんっていうキャラクターを携帯の待ち受けにしていたことがあったんですね。そしたら、それを見た友達に、そんなアニメの待ち受けやめなよ。オタクみたいじゃんって言われたんです。その時は、可愛いでしょって言ったんですけど、後から恥ずかしくなってきて、待ち受けを変えました。もっと自分が好きなものに自信持てよって感じなんですけど、その時は自信持てなかったんですよね。では、大人になるとどうなるか。大人になってからも中学生と同じですね。好きな人は好きだし、全くアニメを見ない人は見ないみたいな感じです。ただ最近はね、特にコロナが流行ってからはアニメを見る人が多くなって、アニメを見る人イコールオタクというイメージが減ってきたように思います。見るアニメの種類にもよりますけどね。少年漫画系のアニメ、例えば、ワンピースとか、呪術廻戦、ナルト、進撃の巨人、鬼滅の刃とかは、見ている人がとても多いです。だから、今は昔よりもアニメの話をしやすくなったかなと思います。はい。では、私の漫画コレクションをご紹介したいと思います。まず、この上の方は、父の漫画です。私は読んだことがないんですけど、料理系の漫画らしいです。あと、ドラゴン桜は有名な漫画で、受験の話です。ドラマとかにもなっています。日本の受験戦争について知りたい方はぜひ読んでみてください。で、このパートはほぼワンピースですね。1巻から65巻まであります。これは私が小学6年生の時に父が買ってくれたものです。私は中学に入るために受験をしたんですけど、その中学校に合格した時にお勉強お疲れ様ということで父が買ってくれました。もともと父がワンピースが大好きで私に勧めてくれたんですよ。だから私が漫画やアニメを好きになったのは父の影響ですね。あとこの下のは私が小中学生の時に読んでいた漫画です。これ、日常、めっちゃ好きな作品です。ギャグ漫画なので、ギャグ漫画好きな方はぜひ読んでみてください。アニメもあります。あとね、これ、スケットダンスも小学生の時めっちゃ好きでした。これもギャグ漫画です。やばい、ギャグ漫画だらけですね、この棚。サイキクスホもギャグ漫画ですね。私が好きな作品はギャグ漫画だけじゃないんですよ。ギャグ漫画ももちろん好きなんですけど、それ以外も好きです。進撃の巨人が一番好きなんですけど、漫画は持っていないです。アニメ派なのでね。でも漫画も読みました。友達に借りて。そう、高校生ぐらいにネットフリックスに入って、それからアニメ派になったんですよ。
あんまり有名じゃない作品でおすすめのものは、スキップとローファーっていうアニメです。アニメ漫画好きの人なら知っているかなって感じです。原作は漫画で2023年にアニメ化されました。これは特に何かすごいことが起きるとか、続きが気になるとかではないんですけど、すごく好きな作品です。アニメなのに人間関係とかがとてもリアルに描かれていて、心温まるお話なので、日本のリアルな学校生活を知りたいという人はぜひ見てみてください。あと最近は早々のフリーレンにハマっています。はい。流行に乗り遅れて今更ハマっています。もうアニメの2期が始まりましたね。私はフェルンが好きです。はい。この右側は漫画じゃなくて本ですね。小説です。ということで今日は日本人とアニメというテーマでお話ししました。日本人とアニメの距離感についてなんとなくイメージつきましたかね。皆さんの国ではアニメはどんな存在ですか？コメントで教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。